どうも、ホビーチャンネル G です。いつもご視聴いただきありがとうございます。今回は10年前に仮組みをして放置していたマスターグレードのザクをやっていきたいと思います。レッツリメイク！ほったらかしにしていたザクですが、ガンプラはどんなタイミングからでもやり直せるということで、人生もこうありたいなと思ったりしますが、いつ何時でもですね、新しくスタートする再出発ができると最高だと思います。うちのワンコがワンなんて泣いてますが、気にせずやっていきたいと思います。ザクですね。ザクはこのバランス感覚の素晴らしさですね。うちの犬がワンワン鳴いてますが、気にしないでください。バランス感覚の良さはですね、全然喋れません。静かにしてもらえますか。ということで、ザクをやっていきたいと思います。とりあえずですね、ばらして、ヤスリ掛けをして面出しをしました。一旦サーフェイサーを吹きまして、筋彫りの手前まで終わらしております。うちの犬が録音に参加したいそうですが、放っておいてください。とりあえずですね、一番気になるところは口元ですね。ザクの口が若干小さすぎる気がしますので、僕のイメージだと、口はもう少しですね、立派なものになります。台形の形をですね、かたどっていきたいと思います。プラ棒をですね、一通り貼り合わせた後、上にですね、エポキシパテで、パテ盛りしてます。で、余計な部分をですね、カッターで削っていきたいと思います。カッターで削っていくときにですね、削りすぎてしまうと、せっかく持ったパテがなくなってしまいます。結構あるあるなんですが、あまりこだわって削りすぎるとですね、せっかく固まったパテを全部削ぎ落としてしまうなんてことになります。最近はパーツを作るのに 3D プリンターを使って作ってる人もいるみたいですね。3D プリンターって結構使い勝手がいいのかな。CAD とかソフトをうまく使いこなせればなおいいんですが、勉強しないと簡単には手を出せそうもありません。いずれ 3D プリンターを使ってパーツを自作するなんてこともやってみたいと思います。筋彫りをしていきます。筋彫りはですね、ラインテープを使ってガイドを作るんですが、柔らかい方と硬い方を使ってます。硬い方はですね、直線に対する、結構汎用性が高いです。柔らかい方は、湾曲している部分ですね、そういうところに対応します。前回のドム同様ですね、筋彫り自体はですね、筋彫り堂さんのタガネを使ってやっていくんですが、なかなかですね、慣れないんで、何度やっても失敗するんですけれども、今回はですね、若干前回よりはうまくいった気がします。
基本的にですね、0.2 ミリを使っています。最初からですね、圧力かけすぎますと簡単に曲がってしまいますので、ガイドテープがですね、そこまで曲線用は硬くありませんので、柔らかい素材を入れています。ですから、優しく撫でるように何度も往復させて、徐々に削っていく必要があります。いきなりですね、圧力をかけすぎると一発で、テープが傷ついてしまって、直線的なラインが引けなくなってしまいますので、注意が必要です。削りカスをですね、ハケで叩き落としてやると作業がしやすいです。反対側も同様に削っていきます。足とか腕はですね、2つずつ作らなければいけませんので、ドームの時にもお話ししましたが、あんまり適当に引きすぎますと、同じような形に反対側も引くのが困難になりますので、注意が必要です。鉛筆で当たりをつけて、デバイダーで長さをチェックします。デバイダーの長さとぴったり合わせると、ある程度ですね、反対側のラインも同じように引けるような感じがあります。ガイドテープですが、柔らかい素材の方がですね、結構曲がりやすいので、貼るときに引っ張りながら直線を作っていきます。それでもですね、結構曲がったり、はみ出したりしてしまいますので、注意が必要です。失敗した場合は、瞬間接着剤などで穴埋めをして、やり直すということになります。縦ですが、フラットな状態ですので、プラ板を貼って若干のモールドをつけたいと思います。プラ板は、エバーグリーンのですね、プラ板を使っています。貼り付けるときにですね、瞬間接着剤でポイント止めをして、その後は、普通の接着剤を流し込んで貼っています。結構貼るのが難しくてですね、ここをきれいに貼らないと、後々ですね、塗装したときに、バリが目立つようになってしまいます。適量をうまくつけるのがポイントです。接着剤をつけすぎますとはみ出して汚くなります。速乾性のものを選ぶと使いやすいと思います。貼り合わせるのにはですね、向き不向きがありますので、どの接着剤を使うか、いろいろ試してみると良いと思います。サーフェイサーを置きます。サーフェイサーはですね、いつも使っている皆さんのスプレーワークですね、ハンドピースを使っています。ガイアカラーのメカサフライトで拭いていきます。
サーフェイサーを吹くのって結構難しいですよね。表面のディティールが綺麗に消えるようにサーフェイサーを吹けるといいんですけど、ヤスリがけのタイミングによっては傷が深かったりしますんで、そうするとディティールが残ってしまったりしますね。動力パイプを塗っていきます。ザクの場合、この動力パイプを塗るのが大変でして、一つ一つですね、プライマーと、塗料と塗り重ねていきたいと思います。僕の場合はこの箸を使って100円ショップなどで安い箸を買ってきて、それに対してパイプを1個ずつ刺して塗っていってます。キットのプラパイプを使っているわけではなくて、金属のものに取り替えて使っていますので、1本ずつ刺した後にプライマーを塗って、それから塗装していきます。金属ですので、下地にプライマーを塗らないと、剥げていってしまいます。塗ってもですね、あんまり触ってると剥げていっちゃうんですけど、でも塗らないよりは塗った方が綺麗にいきます。箸に一つずつ刺しまして、このようにプライマーにダイブさせて、漬け込み塗装ですね。車のボディとか、漬け込み塗装ですよね。そして粘土のベースに箸を刺して乾燥させていきます。皆さんプライマー塗るときどうやってますか？筆で塗ってる人もいると思いますし、ハンドピースを使って塗ってる人もいるかもしれませんが、私は動力パイプの場合は数が多いので、この方法を使ってます。とにかく動力パイプはですね、数が多いんで、塗るのも一苦労なんですよね。慣れてしまえばそんなに気にならないんですが、最初の頃はこれが大変でした。メインの塗料はライトグリーンとダークグリーンを使ってます。それ以外はこの4色を塗り分けて使ってます。塗装していきます。今回の量産ザクはメインはこのライトグリーンになります。体の部分ですね、ボディの部分は、ダークグリーンを使用します。密閉度が高いガイアカラーは薄い色の塗料は比較的塗りやすいですね。ムラになりにくいので失敗しづらいと思います。ハンドピースとパーツの距離を考えて塗装した方がよりうまく塗れます。近すぎるとムラができやすいです。遠すぎるとマット塗装になります。中間の距離で程よい距離を自分の中で探すといいと思いますよ。はい、グリーンですね。基本的に吹き上がりました。仮組みをしていきます。よいしょー。パズルのピースみたいになっちゃいましたけど、パーツを探して仮組みをしていきます。パーツを緑色に塗ったんですが、出来栄えがいまいちイメージできないので、一旦ここで仮組みをします。あまりにも変な色だと、塗り直しってことになります。なかなか色の配色、バランス考えるの大変です。
同じ緑でもいろいろありますんでね。完成した時の配色を想像して仮組みするのって結構楽しいですよね。仮組みの時にですね、あまり力を入れすぎるとバキッといきますので注意が必要です。結構ですね、塗装をやってからですね、パーツ自体が硬くなるんですよね。プラスチックが硬化しますんで、あまり無理に押し込むと、折れたりします。特に薄いパーツは注意が必要ですね。ザクの口の部分なんか無理やり押し込んじゃうと真っ二つに割れちゃったなんて過去にありました。塗装したことでパーツが太っていますので要注意です。はい、動力パイプです。プライマー塗っててもですね、触っていると剥げてきちゃったりしますんで、あんまりゴリゴリやると塗料がどんどん剥げてきちゃいます。コーティングするまではですね、少しあんまり過剰に触らないようにしていきます。最後にセミグロスクリアを拭きますので、そうすると若干落ち着きがあるかなと思いますが、それでもやっぱり金属ですので、塗料が剥げやすいことは剥げやすいですね。動力パイプ塗るの大変なんですけど、組んだ時に結構迫力が出ますよね。ちょっと動力パイプはめてみたいと思います。ランドセルのね、このグレーの色が結構お気に入りですね。どうですか？イメージ通りですかね。結構雰囲気いいと思いますね。マスキングして塗り分けます。マスキング剥がすところのね、シーンが結構気持ちいいんですよね。サクッと剥がすと、ちゃんと塗れてますんで、これは結構剥がすときは好きですね。直線を塗り分ける分には全然難しくありませんので、よいしょ。いい感じに塗り分けてますね。筋彫りが生きてますよね。筋彫りしないで塗り分けだけだと結構綺麗にいかないんですよね。塗り分け完成しました。塗料が乾くのが早くて、すごく重宝してます。水性カラーだとなかなか乾かないんで、時間がかかるんですよね。墨流しをしていきます。墨流しといえば定番は、この墨入れ塗料ですね。タミヤの墨入れ塗料を使って墨流ししちゃいます。墨流しって気持ちいいですよね。筋彫りに沿ってインクが流れていくと超気持ちいいです。これ超気持ちいいです。いろんな場所に筋彫りしてますんで、墨を流していきたいと思います。いい感じ。流れていきますね。気持ちいい。これ気持ちいいです。
乗せると流れていくのって癖になりますよね。墨流しが終わったら陰影をつけてデカールを貼ってトップコートを拭いて終わりになります。はみ出した部分は薄め液で綿棒で拭き取ります。デカールを貼ります。デカールの貼る場所って前もお話ししましたが、結構難しいんですよね。なんかデカールを貼る資料とかあるといいんですけど、なかなかね、そういうものはありませんので、イメージで貼っていってるんですけども、まあ貼った後に、ここの場所じゃなかった方が良かったなーなんて結構ありますよね。あと、デカールなんですけど、矢印のデカール結構売ってないんで、矢印のデカールあると、モビルスーツっぽくていいんですけどね。まあ、あとは自作するしかないんですけど、矢印デカール出すと売れるんじゃないかななんて思いますが、欲しいのって僕だけですかね。モビルスーツのデカールってやっぱり矢印とラインデカールがメインなんじゃないかなって思います。陰影を入れていきます。前回同様ですね、エナメルで影をつけていきます。セミグロスブラックを使います。薄め液で攪拌して薄めます。墨流し同様結構薄めに作ります。まあ、濃く吹きすぎてしまうと影がきつくなりすぎちゃうので、薄く吹いた方が調整が楽ですね。陰影用に僕はこのハンドピースをいつも使ってます。ちょっと汚いですね。次回までに掃除しておきます。ぼかし塗装が難しいんで、前回同様、この方法で陰影を入れていきます。エナメルはですね、ラッカー系、アクリル系に比べると若干乾燥が遅いんですけど、陰影を拭くにはそんなに気にならないです。影の部分をですね、演出していくんですが、あんまりいっぱい吹きすぎちゃうと垂れてきちゃったりしますので注意が必要です。適度に距離を保って吹くとやりやすいですね。ハンドピースとの距離が近いと、ムラができやすいです。何度もですね、近すぎてムラできちゃってるんで、そのたんびにですね、薄め液で、きれいに拭き取ってやり直してます。一個ずつパーツをばらしてやると余計にですね、影が分かりづらくなりますので、ある程度組んでやってます。裏側だったり、エッジだったり、そういうところに拭くと効果的です。筋彫りに沿って陰影をつけると結構雰囲気が良くなります。ゴミですね。いっぱいついてますけど、後で綺麗に取ってコーティングを拭きたいと思います。影になる部分になるべく拭くようにするといい感じに仕上がります。失敗したらですね、薄め液で拭き取ってもう一度やり直せば大丈夫です。
仕上げにトップコートを拭きます。ガイアカラーさんのセミグロスクリアですね。これを拭いていきます。よく攪拌して、たっぷりめに拭きます。透明度が高いので、たっぷり拭いても大丈夫です。コーティングすることによって、光の当たり方が均一になりますので、モデリングが、映えますね。で、陰影で拭いたエナメルのコーティングの役割もありますので、トップコートを拭くことによって、エナメルの塗料が剥がれづらくなります。もちろん、デカールも剥がれづらくなります。全工程完了しました。いやー、今回もですね、緑、なかなかいい色に仕上がってると思います。前回も言いましたが、ガンプラって最後に組む瞬間が一番楽しいですよね。組み上げていきます。トップコートを吹いたことによって反射が均一になってますんで、とてもモデリングがよく見えます。昔はトップコートを吹いてなかったんですよね。そうすると、やっぱりなんとなく乱反射が多くなって、無理ムラに見えちゃったりします。トップコートをすることによって、落ち着きが出るんですよね。量産ザク、イメージ通りいってますかね。あまり力を入れすぎると、この段階で壊れたりするとかなりへこみます。完成間近で壊れるなんて悲劇でしかないですよね。動力パイプも大変だった分、存在感がすごくありますね。さあ、それではですね、上半身と下半身ですね、合体させて完成となります。やりました。ありがとうございます。完成しました。このザク、10年かかりました。まあ、やっと完成しましたね。おめでとうございます。